からミサイルが落ちてきて、よし、プリニティアプレイヤー L です。今回はサテナイトミサイルを作ってみようと思います。大気圏外から降下してくる破壊力の高い強い兵器にしたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは大気圏外にコードレスで電気を流すための仕組みからですね。こんな感じで長く伸ばした棒の先に重い物体をつなげて、その反対側にベアリングをつけることで、オブジェクト描画距離を小にしたとき、分離させることができます。この分離したパーツをホルスターにくっつけて、ロケットで月まで進みましょう。月に着いたら、地面に分離したベアリングのガーリンを結合することで、オブジェクト描画距離を長くして、ベアリングの軸を表示しても、戻っていかないようになります。軸とガーリンは電気を流すので、コードレスで通電できるわけですね。通電の仕組みはできたので、ミサイル部分を作っていきます。少し浮かせた板の上に、こんな感じで、大きな火薬を置きましょう。一辺が2メートルの正方形にすると、重さは16トンでした。これだけ重ければ、かなりの威力が期待できそうです。さらにこの火薬に、同じ断面積の燃料を接着したら、その上に、ロケットエンジンを搭載しましょう。なるだけ勢いよく落下させたいので、周りをぐるっと一周、34機取り付けました。こちらを噴射させると、炎に包まれました。推進力も期待できますね。それから、5台の軽量プラスチックの板を上につけることで、落下した時に空気抵抗で下を向きやすくします。次に、ベアリングと、すぐ消費されて消える小さな燃料を使って、電気を流すと切り離されて、噴射し続ける仕組みを作りました。この仕組みに地上から電気を流せば、発射できるはずです。仕上げに、上の方に古代の軽量プラスチックの板で、ミサイルのフィンを追加しました。こちらが空気抵抗になって、下を向きやすくなるんじゃないでしょうか。早速月に設置して、ワイヤレス給電の仕組みと接続したら、地上に戻って設計図に登録。少し離れたところで呼び出しましょう。ここでトリガーを引いて、電気を流すと、ミサイルは切り離されていますが、月に吸い寄せられて、地面に落ちてきません。ミサイルが分離しているのが原因だと思ったので、もう少しミサイルを改良しましょう。まず、ミサイルの先端にロケットエンジンと、そこにつながる水晶の棒、燃料を取り付けることで、地面に落下した衝撃で爆発するようにしました。水晶進化ですね。そして、ロケットエンジンと火薬部分を棒を挟んで接着しておくことで、燃料がなくなっても分離しないようにしました。これなら、ちゃんと落下してくれるんじゃないでしょうか。もう一度試してみると、ダメですね。ミサイルは発射されていますが、宇宙空間を移動する距離が長すぎるせいか、斜めに方向を変えてしまって、落下してきてくれません。時間をかけて追いかければ、落ちてくるかもしれませんが、それでは兵器として使い物にならないので、黒さんが作ったコード系の設計図をお借りして、その先端に通電用のベアリングのガーリンとミサイル部分を取り付けましょう。一度月まで行った後、ロケットエンジンでコード系の上まで行こうとしましたが、意外と距離があるので、うまくいきませんでした。そこで、ロケットでまっすぐ上昇して、
大気圏を超えたところで、セーブ&ロードを2回繰り返すことで、宇宙空間に停止したら、そこからロケットエンジンを利用して、高度系の足場に近づいていきましょう。なかなか難しいんですが、ホルスターにベアリングのガーリンをつけたまま、なんとか着地することができました。そしてこの上に、ミサイル本体部分を呼び出して、ベアリングのガーリンとくっつけましょう。これで高度1000メートルから発射できるはずです。一旦地面に降りて、発射用のトリガーを組み立てたら、トリガーを引いて、ミサイルを発射しましょう。かなり遠くに小さく見えるミサイルですが、発射した後、少しずつ動いているみたいです。だんだん加速して、方向がずれていきますが、空からミサイルが落ちてきて、よし、地面に落ちたミサイルが爆発して、広範囲に大ダメージを与えています。さすがは16トンの火薬ですね。でも、高度系に近すぎて、発射が失敗することも多いので、高度系の上の足場を延長して、少し離れたところから、ミサイルが発射されるようにしました。これで安定して着弾してくれるはずです。もう一度試してみると、ミサイルが少しずつ加速して、徐々に地面に近づいていきます。そのまままっすぐ落下してきて、大爆発です。爆発の範囲が広すぎて、処理落ちが激しいですし、巨大スライムもあっさり倒されていますが、ここは気にしないでおきましょう。とりあえずこれで衛星軌道から垂直発射するサテライトミサイルは完成ですね。次は並んだ大木を狙いましょう。せっかくなので、トリガーを引いてからの時間を測ってみると、だいたい16秒くらいで着弾してくれました。前回の隕石のように、19分もかからないので実用的ですね。降下範囲も広いので、逃げる敵にも当たってくれそうです。続いて、古代の要塞を狙って、サテライトミサイルを落としてみましょう。丈夫な壁も一撃で破壊できました。そして、複数のミサイルを設置して、トリガーを引いていくと、連続でミサイルを落とすこともできますが、ミサイル同士が干渉するので、もっと離した方が良さそうです。それでは次は、こちらのザゴキャラの大群を狙って、サテライトミサイルを撃ってみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。トリガーを引いて、しばらく待つと、大爆発が起こって、ザコキャラたちがまとめて吹っ飛びました。とんでもない威力と範囲ですね。離れて見てみると、その強力な威力が、わかりやすいんじゃないでしょうか。木を燃やす炎上効果もあるみたいです。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。トリガーを引いた後、空を眺めますが、かなり高いところにミサイルがあるので、首が疲れます。そしてそのまま見ていると、徐々にミサイルが落下してきて、地面に衝突した瞬間、大爆発してくれました。私も吹き飛ばされてますね。それでは最後は、こちらの巨大スライムを狙って、サテライトミサイルで攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。早速トリガーを引いて、しばらく待っていると、やったー !496754 ダメージ。巨大スライムを倒しました。強烈な爆風が近距離で当たって、とんでもないダメージを叩き出してくれました。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。と言っても、もう燃えているので、火をつける必要はありません。よし、スライムも美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。
もちろん、今回頑張ってくれたサテライトミサイルさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、まー